僕ノーマルの GTR 持ってるんですけども、ノーマルを乗った時点でうわ3号って速いなと、何もしなくてもいいじゃんっていう感じなんですけども、この600を乗るとですねさらに良くてですね、ノーマルが寂しくなっちゃう。この GT600R ですけれども、この車はですね、ノーマルタービンをですね極限まで、使い切ったというか、ブーストアップなんですけども、乗ったフィーリングはですね、低回転から、高回転までノーマルのパワーラインのちょっと上をぐわーっていってて、ぶっちゃけ速いっす。2000回転も回ってればもうノーマルよりもギュンと立ち上がって、あとは高回転まできれいに回ります。この車はねブーストアップということなので、比較的皆さんがこう手を出しやすいチューニング内容だと思うんですね。ブーストコントローラーとかアクチュエーターとかで、ブーストを上げるだけなので、なのに、ノーマルの480馬力から600馬力にまでパワーが上がってしまう、トルクも75キロという、すごいトルクが発生するわけで、その120馬力の違いの体感はですね、ストレートはもちろん、違うんですけど、各コーナーの立ち上がり、コーナーからコーナーの間に加速するところがもう全然、2速はまだねそのノーマルでもそこそこ走るけど、もう3速4速になるともう全然加速感が違ってて、すごいもうそこにもう楽しさが感じられますね。この600パッケージでですね富士走ったんですけども、ストレートでは280キロオーバーが出る、そしてタイムも1分48秒台が出ると、僕が走った場合ですけどそれは冗談ですけども、この仕様にすれば、割と誰でも速く走れると思います。それが GT600 シリーズです。さあ、GT800R です。この車はですね、まずタービンが変わってます。そして、エンジンの内部まで手が入れられてます。これで、レーシングスペックとなっております。GT800 レーシングスペックは、その名の通り800馬力、そしてトルクが100キロというですね異次元のパワーです。今日もですねこの800をですね富士スピードウェイでテストしたんですけれども、とにかくですね速いの一言につきます。僕の中の表現ではすぐ速い、こういうイメージですね。もう乗り始めてアクセル踏んですぐ速いっていう感じです。そしてですね800馬力というともうやっぱりこう一般的なイメージでいうと、やはりちょっと低回転が犠牲になって高回転でグーンってくるようなイメージがあると思うんですが、全くそういうことなくて、ノーマルと同じ位置からのもう立ち上がりで、本当に大きめのタービンが入ってるのかというぐらい下のレスポンスがよく、そして一旦立ち上がり始めてからはもうノーマルのラインの3ランク上ぐらいの辺をギューンとこういっててですね、もう、あっという間にスピードメーターが上がってきますね。だけどなんかとてもトルクが100キロでフラットなトルクなので、じゃじゃ馬な感じは全くなくて、気がつけばすごい速度が出てるっていう感じですね。 GT600 に初めて乗った時もこれは速いと思ったんですけども、この800に乗るとそのさらに上を行ってますね。この800に乗っているとですねとってもフラットなトルクなので、自分が思っている以上に速度がすごい出てるんですね。なので、ブレーキングポイントが、600と同じような位置まで行ってブレーキをすると止まれません。自分が思っているより以上に速度が出てます。それほどですね、あっという間に加速していくほどのパワーです。で富士スピードウェイを走ってて、例えばヘアピンを立ち上がってですね 300R というところがあるんですけども、大体の車はそこの道がちょっと曲がっている程度の直線レベルなんですね。でもこの車に乗ると完全にもうカーブですね。もうしっかり曲がるつもりでいかないと
道幅が足りなくなります。この車ですね、もう3500回転以上回ってればだいたいトルク100キロなんで、こういう富士スピードウェイとか走ってたらですね、そのトルク100キロを下回ることがほぼない感じですね。だからギアもですね、あまり低いギアは使わずにだいたいもう2速とかほぼ使うことなくて、3速4速5速6速、ここ富士のストレートではですね、最終コーナー立ち上がって、3速で立ち上がって、あっという間の7000回転来て4速7000 5速7000って来てですね、なんと、ストレートエンドでは300キロオーバーを記録しました。300キロ近くになるとやはり空気のね抵抗が半端なくて、そこからの速度っていうのはなかなか伸びないんですよ。このね富士の直線でですね300キロオーバーっていうとですね、実際ブレーキング距離も必要ですから、1キロちょっとの加速で300キロを超えるというとですね、すごいことですよこれ。今日はですねタイムアタックはしてないんですけども、以前冬場にテストした時にはですね、なんと1分47秒1というタイムが出ました。この記録はですね、35GTR では最速だと思います。今時の車はですね、だいたいその車のバランスをですねこう円グラフにすると、ボディ剛性だったりブレーキ性能、タイヤのグリップとかパワーとか、そういうのをですねこう円でグラフにするとだいたいやはりこうパワーが少し負けてるんですね。でシャーシ剛性が勝ってたり、ブレーキ性能が良かったりタイヤが良かったり、そんな中ですね GTR もですねそれにしかり、素晴らしくよくできた車なんですけども、やはりパワーよりも、運動性能の方が多分勝ってしまっていると。シャーシ剛性の方が勝ってたりとか、ブレーキ性能が勝ってたりとか、キャパシティの方が勝ってしまっていると。でそこへ来てですね、この、レーシングスペックはですね、ついにその GTR のこの円グラフの中でパワーのところがピュッとこう抜け出たかなと。これぞですねザ・チューニングっていうところの危うさを持っていると思います。この車はですね、フェラーリやポルシェなど、世界のスーパースポーツにため張れるどころか、勝てる車です。それがこの GT800 レーシングスペックです。この800とですね600ですが、1ケースが数えきれないほどのテストをここ富士で繰り返してきました。世界中の GTR オーナーの皆さん、この GT シリーズで GTR をもっともっと楽しんでください。